皆さん、こんにちは。アイアンフットです。ANA 特典航空券予約のポイントに関して11個の、ポイントを挙げさせていただいて、今回特にね、変更のルールに関してお話をしております。で、変更に関してね、ヨーロッパの旅行をね、私ゴールデンウィークに行きますけども、そちらの、まだね、中途半端な状況になってるんですよね。で、地図の方で見ますけども、出発が高松ですね。で、マニラ乗り継ぎ、イスタンブール乗り継ぎで、バルセロナに行きます。で、帰り、バルセロナ出発じゃないんですね。帰りはローマ出発なんです。で、ミュンヘン乗り継ぎで、大阪、関西に帰ってきますと。で、問題はここですね。バルセロナとローマに関して、予定がね、この去年の段階、2024年のこれ5月に撮ってるんですけど、その段階じゃ未定です。この間をね、いろいろ僕ね、ああしようかこうしようかっていうことで、最終こうすることを決めたんです。で、一応決定プランって書いてるんですけども、リスボン移動でね、ちょっとね、これまた後で話すんですけど、本当はモロッコ行こうと思った。モロッコはやめたんですけど、で、バルセロナからリスボンへ行って、リスボンからローマへ行って、あとは今まで通りね、ミュンヘンから関西帰ってきましょうと。で、この時に、このローマ、ミュンヘンの移動を1日前倒しにしよう。ね。本来はこれ5月の1日の夜便だったんです。これを4月の30日ね。4月の30日の夕方3時50分発で、夕方5時25分着に変更しようと思って、ANA のコールセンターに電話をしたんですよ。で、ANA のコールセンターに電話をして、一旦ね、実はね、このチケット OK いただいたんだけど、僕が大チョンボ食らわしてて、これは私のせいです。私が大チョンボを食らわして断られた。この変更はダメになったので、これ実は決定プランじゃないんです。で、何がダメだったかはまた後日話するんですけども、ここストップオーバーできなくなっちゃいました。ストップオーバーできなくなると、関西空港へね、ミュンヘンから関西空港へ帰るのが5月の2日の AM11 時55分に出発をいたします。ということは、ミュンヘン到着がね、この24時間前、5月1日の AM11 時55分より後じゃないとダメなんです。ということは、5月の1日の午後便、もしくはね、5月の2日、もう早朝便で移動する。このパターンしか変更ができなくなりました。それでね、ANA のちょっとサイトの方を見てみますね。では ANA のサイトで、いつもの検索やるんですけども、私今5月1日ローマ、ミュンヘンでね、ローマ発が19時5分、ミュンヘン着が20時40分のチケット持ってます。これ本当はね、1日前にやろうと思ったので、1日前、4月の30日で検索をします。はい。で、本来ね、5便あるんですけど、4便ですね。1便はどうも枠がいっぱいになってるのかな。で、朝8時5分発、10時50分発、15時50分、19時5分って今ありますけど、この間、昼便があるんです。12時55分発っていうのがあって5便なんですけど、4便しかなくなってますね。それはしょうがないです。355日前に検索してるんじゃないので、枠がね、潤沢にあるわけじゃありませんので、いつまでも枠は残ってません。これだけあればでも選び放題ですよね。で、私5月の2日の11時55分にミュンヘン出て日本に帰ります。ということは、その24時間前、5月1日11時55分から、翌日の、朝の便でないとね、ダメなんですけども、したらもう一回この5月の1日に変えて検索しましょう。はい、5月の1日になるともう3便しかないんですね。朝便がありませんね。それから、夕方便がないのか。で、私が持ってるチケットがこれなんですけど、8時40分にミュンヘンに着きます。でね、私ね、もうね、ミュンヘン泊まるつもり、ミュンヘンで遊ぶつもりになってたので、ミュンヘンのイベント見てたんですよ。で、秋にね、すっごいでかいビール祭り、オクトーバーフェストっていうのがミュンヘンであるんですけど、それは知ってたんです。それは秋なんですよ。それのね、
春版がね、4月末から5月の上旬にあるんです。ということに気がついちゃったんですよ。で、それ行きたいな。で、この便だと間に合わないんです。ですからね、1本早いこの便ね、これだったらストップオーバーならないんですよ。2時半にミュンヘン着いて、翌日の11時55分にミュンヘン出ますから、ストップオーバーならない。そしたらこれに変えましょうということで変更をお願いしたんです。で、ANA の場合、コールセンターに電話をします。で、コールセンターの電話番号をね、ちょっと、なかなかね、見つけにくいので、そちらをご覧いただきます。はい、変更ね、前回お見せした変更のページなんですけど、この下に変更の手続きってあります。で、単純往復の場合はね、ここをクリックしたら、インターネット上で変更ができるんですけど、ここにね、できない場合があります。お電話でお問い合わせくださいってある中に、一番最初書かれている。複数都市に滞在する予定の場合は、インターネットじゃできないんです。電話じゃないとダメです。でね、電話の場合ね、この下へずーっと行ったらね、電話番のマークがあるんですよ。電話でお申し込みって。で、ここをクリックするんですけどね、電話番号出てこないんですよ。で、ここ、電話で問い合わせする。ここをクリックして初めてね、電話番号が出てきます。で、全国一律料金で0570。これナビダイヤルですね。こっちかけちゃうと、1分20円だったかな ?30 円だったか忘れましたけど、結構な金額がかかります。今ね、ひどい時 ANA2 時間以上待たされるんです。2時間待たされたらこれ5000円ぐらいかかるんですよ。ですからちょっとね、舐めてたらえらいことになる。で、こっちですね。東京03の番号もあります。こっちだったら、もっとね、通話料金も安いし、私、スマホかけ放題なので、こっちだったら、スマホかけ放題の範囲でいけるので、僕はこっちにかけてます。それとね、ここにね、今これだけ時間待ちですよ。で、今ちょっとね、早朝に撮ってますので、国内線はダメなんです。けど、国際線はね、24時間対応なので、真夜中でも早朝でも行けるんですよ。そしたらね、日本の、なんというかな、日本人があんまりかけないような時間帯だったら結構早くつながります。私、早朝ね、5時前ぐらいにかけたんですけど、その時はね、15分ぐらいの待ちで行けました。で、以前日中かけたことあって、日中はやっぱりね、最低1時間、下手した2時間待たされます。特にこのナビダイヤルでそんなことされたらえらいことになりますんで、お気をつけください。それはそうとして、かけます。かけたら何を言われたか。私がね、お願いしようと思った5月の1日の夜便を昼便に変えてください。できませんって言われました。できません。なんで枠がないんだと。枠がないって僕ね、ホームページで、何時間か前に見た時あったんですって話をしたんですよ。で、そうなんです。そしたらその時に、ね、コールセンターのお姉さんから衝撃の言葉を言われました。そしたらね、もしかしたら新規だと取れるのかもしれないので、そっちの確認してみますねって。何それ何それでしょ。新規だと取れるかもしれない。ほんで、ね、しばらく待ってたら、やっぱり新規だと取れますと言うんです。ね、新規だと取れますけども、変更だと取れません。こういうことが、ルフトハンザから ANA にその特典航空券の販売を委託するわけですけど、それの販売条件に書かれてるらしいです。でもそんなことどこにも書いてない。ANA のサイトどこ見たってね、販売条件によって新規はいけるけど変更はできない可能性がありますなんて見たことないし、そんなことをやられたって話僕ネットで見たこともない。だけどね、そういうことがありました。で、今まで僕何回か変更かけましたけど、初めてのことなので、よっぽどイレギュラーなのかもしれないし、これからそういうことが、普通にスタンダードとして起こるのかもしれないですけど、ここにね、ご利用条件ってあるんですけど、ここにね、そんなことは書かれてないんですよ。なので、もう運ですね。で、何がいかんかったんかわかんないんですけど、5月の1日はメーデーです。メーデーでドイツは祝日なんですよ。なので、祝日だとダメだったのか、そのあたりもわかんないです。
4月30日の変更は OK と言われて、それは僕のチョンボがあったんでダメだったんで、それは分かったんですけど、5月1日ダメだった理由が、未だにちょっと腑に落ちなんですけど、一応そういうことらしいです。もう一件やられたんですよ。妻がね、イスタンブールで観光するよりも、早くバルセロナへ行きたいっていう話になりましたので、ちょっと前倒しにしようと思って ANA のサイトを見ております。いつもの特典航空券の検索ですけども、イスタンブールバルセロナ4月の26日、2行目は当てです。検索します。あるんですいやこれ勘弁してほしいんですけど、実はね、この話12月の30日なんですよ。で、私朝ね、早朝いつもの通りで ANA にかけたらダメだって言われて、で、その後で検索した時、実はこれ出てなかったんです。今出てますよね。おかしいね。また明日電話しようかな。で、何が起こったかなんですけども、これ見てください。ビジネスクラスはあります。エコノミークラスはないんです。で、取り放題4便でね、どの便でも取れるんですよ。で、そう思ってコールセンターにかけて、今私が持っているのはこの便なんです。14時20分の17時5分。これを早い便に変えてくださいと。第一希望が一番早い便、7時50分。で、いう話をしたら、空席ありますよって言われて、で、空席ありますよって言いながら、コールセンターのお姉さんがコンピューター叩きます。叩いて予約が完了したはずのところで跳ねられちゃったんです。で、あれ、ダメですね。ということになって、そしたら次のね、10時50分どうですか？やっぱり一緒なんです。空席はあるんだけど、100件、要はね、予約を確定させようと思うと跳ねられる。これね、結構あるんです。僕、これでね、実は3回目。で、予約でやられたのは初めてで、今までは全部ね、新規の予約を発見しようとして、いつもお見せしているこの画面が出たら発見可能なんですよっていう画面行きますよね。その次に個人情報を打つんです。で、その次に支払い、要はね、何かの税金とか年差し払わないかんですから、クレジット情報を打つんですね。そこで毎回跳ねられるんです。で、そこで跳ねられて、っておかしいなーってね、なんかクレジットになんかミスがあったのかなとか思うじゃないですか。で、2、3回やってやっぱ跳ねられるんです。跳ねられたらね、コールセンター電話する。で、同じこと言われました。原因は何か。これ、ターキッシュエアラインです。で、私が予約をしようとしているのは ANA です。ターキッシュエアラインズが ANA を含むスターアライアンスの会社に特典航空券の販売を委託してるんです。これちょっと何枠あるかわからないけど、2枠としませんか。2枠のターキッシュエアラインズの枠を ANA さんお願いします、ユナイテッドさんお願いします、シンガポール航空さんお願いしますっていう形で、販売の委託をするわけですね。で、全部に2枠ずつ上げてんじゃないんです。あくまでも枠はターキッシュエアラインズで2枠しかないから、 ANA で誰かが予約したら終わりだし、ユナイテッドで誰かが予約したら終わりなんですよ。ですからね、ちょっとユナイテッドのを見てみますね。はい、こっちは片道行けますんで、マイルを使って予約、イスタンブールからバルセロナ4月の26日ですね、フライトを検索いたします。はい、で、この画面がね、結局ANA と一緒なんです。ビジネスクラスが1、2、3、4便あります。取り放題です。エコノミーは出てきません。なんですよ。ところがどっこいなんです。ユナイテッドのびっくりすることがあって、今からお見せするんですけども、1週間ね、前後の日付までこういう風に横断的に見ることができます。なぜか1日前は利用不可なんですけど、あと全部一緒なんですよね。45,000マイル必要で3,790円ということは、このビジネスクラスなんですよ。ところがやね、この29日クリックしますよ。あれ？違うじゃないですか。ここ45,000マイルでビジネスって書いてんのに、エコノミーあるじゃないですか。12,500マイル。直行便。僕、今までね、ターキッシュエアラインズはビジネスは取り放題なんだけど、ヨーロッパ内エコノミーは開放してないってずっと話してきたのが、開放してるんよね。
今ね、ターキッシュエアラインズが特典に航空券に関して何かシステム触ってるはずなんです。ですからちょっとほとぼりが冷めるのを待って、もう一回僕 ANA にね、相談してみようかなと思ってます。で、こんな形のね、バグね、僕本当正直3回目なんですけども、3回ともね、同じような傾向があります。さっきのようなパターン。これね、全然パターン、出方がね、読めないんです。これ28インチ見てみますけど、28インチだとエコノミーが2便あるのか。ね。けど4便ないでしょとかね。まあ、これ取られてるんだったらいいんですけど、そうじゃないよね。どう見てもね。ですが、なんかやっぱりおかしい出方がするときっていうのは、エラーになる可能性ってあるのだなというふうに私は思っております。で、今日2つね、ご紹介しましたけども、どっちがレアかっていうと、最初に話した方がレア。あれはね、もう未だにもう消せない。ですから僕、今朝もう一回確認したんです。ルフトハンザの便をね、一つ前の便にお願いできますか？やっぱりね、枠がありませんって言われました。けど検索したらあるんです。このルフトハンザのパターンは未だに消せない。で、今話したターキッシュエアラインズのパターンは、これはいわゆるシステムバグですから、あります。正直言ってあります。まあ、ですからね、このね、変更っていうのはなかなか思った通りいかないんですよね。ですからまあ、いろいろとにかくね、試さないとこんなことわからないし、試しても頭ぶらされて、で、結局、まあ、100点満点のチケットに変更するつもりが、また70点になったとかね、いや、50点になったとか、いうことになる可能性があるっていうことがね、今回よくわかりました。なので、まあ皆さんもね、まあ頑張ってとにかくね、いろんなこと試してみてください。で、試したらね、思った通りにならないことやっぱり多々あります。で、思った通りにならないから、もうね、0点じゃないです。100点が70点になるだけなんですよ。で、70点の旅程で頑張ればいいだけのことなんで、まあ僕はもう今のチケットで頑張っていきます。あとは、ね、私が失敗したのをなんとか取り戻したいんですけども、どうでしょうかね。で、そのあたりで、次回は来年の、ゴールデンウィークの話はちょっとしばらく置いといて、夏休みからね、秋にかけてチケットを取った話をしましたね。ここをちょっとね、次回から、詳しくご案内をしていこうと思います。では YouTube の方をね、頑張って、いろんな情報を上げてます。まあ、今回のようにね、本当はイレギュラーなことっていうのは、ネットググっても出てこないんですよ。出てこないから、やっぱりね、僕だけじゃないですね。こういうふうに話をすることで、あ、そんなことあるんだっていう、ね、新しい気づきもあると思いますんでね、ぜひね、チャンネル登録していただいて、まあ、今後もいろんな情報をあげますので、よろしくお願いいたします。